じゃじゃん。博士です。今回お話しするのは小説小さなトロールと大きな洪水。原作である小説版ムーミンの第一作目で、ムーミンたちがムーミン谷へ来る前のお話です。この作品ではムーミンママの意外な一面を2面も3面も見ることができます。またムーミンパパをクソやろうと思うのか、これくらいはしょうがないと思うのか考えながら見てみてください。森の奥底、ムーミンとロールとムーミンママが歩いているところからこの物語は始まります。2人はいなくなってしまったムーミンパパを探す旅に出ているのですが、ムーミンという生き物は冬眠をする習性があります。8月ももう終わるというこの時期に冬を越えるための暖かい場所を探しているのでした。その道中で小さな生き物に出会います。この作品では小さな生き物と呼ばれていますが、後の作品ではスニフと呼ばれる子です。ですので講談社から出版されている日本語翻訳の本作に倣ってこの動画でもスニフと呼ぶことにしましょう。チューリッパという女の子もここに合流します。チューリッパは光るチューリップを家としていたからか、足元まである長い髪は青くキラキラと輝いていました。道行く中でママはみんなにパパのことを話しました。ママによるとパパはありきたりなムーミンではなかったそうです。パパがいなくなってしまう前、ムーミンたちは人間の家のストーブの後ろに住んでいました。そんな生活の中でパパはいつもどこかへ行きたいと思っていたので、ムーミンたちはストーブからストーブへと転々としていたとのことです。ところでどうしてもストーブが良かったそうですよ。セントラルヒーティングは居心地が悪いんだとか、私たちが知らない間に彼らのようにこっそりと暮らしている生き物は他にもいます。その中の一種族がニョロニョロです。ニョロニョロは家の床下にいたり、世界中を漂ってただどこでもないどこかを目指します。そんなニョロニョロがムーミンたちの近くを通りかかった時のことでしょうか。パパはストーブからストーブへ移り住むことでは満足できず、ニョロニョロたちと共に旅に出てしまったのだそう。ママはお話の最中にパパにはもう会えないだろうと泣いてしまいました。泣いているママを見たら他の子たちも悲しくなってしまって、みんなでますます泣きました。チューリッパの髪の毛なんて輝きを失ってしまったほどに。さてムーミンママ一行は果たして寒くなる前に暖かな場所を見つけられるのか、ムーミンパパの行方はというお話です。ここからは私の個人的な注目ポイントやおすすめシーン、面白かったことなどの感想をお話しします。読破前提でお話しするので未読の方はご注意ください。私が初めて見た時に一番驚いたのが何といってもキャラクターデザインです。こちらが多くの人の記憶に近いムーミンママかと思いますが、こちらが本作のままです。しかも口の位置はここだいぶ印象が違いますよね。そしてニョロニョロ、この子たちにはなんと足がついているのです。あらびっくり。面白いことにニョロニョロは作中でお化けみたいなものと紹介されているのです。そんな彼らに足があったなんて趣深いですね。さてキャラクターが馴染みのある容姿と違ってもムーミンの世界の美しさは同じです。暗い森で光るチューリップはチューリッパのお家でしたね。ムーミンママが肌身はなさず持っているハンドバッグにはいざという時のためのものが入っています。多少デザインが違ってもママの象徴は最初から登場していたことがなんだか嬉しかったです。綺麗なアイスクリームやのに咲くチョコレート、ミルクの皮などの描写もとても可愛い情景が思い浮かびました。私のお気に入りの場所は朝露がキラキラと光る野原です。チューリッパのこんなところに住みたいわという言葉にうんと首のうなずきが止まりませんでした。ムーミンパパが流したメッセージボトルも可愛くて、いつか意味もなくお部屋に飾ってみたいななんて思いましたね。あとコウノトリさんのメガネ、空高くから物を見る鳥さんなので確かに人間よりもメガネが必要ですよね。今までその発想がなかったので、もしかして別作品のあのキャラやあのキャラもと新しい視野をいただきました。そしてパパがこんな家作ったよってお話しするシーン、空のような部屋も黄金のような部屋も水玉の部屋も全部魅力的で、どこでもいいから住まわせてって思いましたね。いや、できれば空の部屋がいいかしら。皆さんだったらどんなお部屋がいいですか？お次は私が一番大好きなムーミンママについてお話しします。先ほどもご紹介したママのハンドバッグは本当に大活躍で、池を歩いた後には乾いた靴下が出てくるし、お腹が空いたいざという時にはチョコレートが出てきて、ムーミンとロールやスニフがお腹を壊した時にはお薬まで出てきます。4次元バッグなのでしょうか。また
ムーミンパパのことが大好きなのもママの素敵なところです。パパが変化のない日々に我慢できずニョロニョロについていってしまったのに、ママはニョロニョロに連れさらわれたとパパをかばう発言をします。旅の途中でニョロニョロを見つけた際には、彼らには耳も口もないことをすっかり忘れて一目散に駆け寄り、手を振りながら話しかけて質問攻めにするおっちょこちょい加減。パパ、愛されていますね。それなのにどこかへ行ってしまっただなんて腹立たしいことこの上ありません。そして個性が光るもう一人のキャラクター、それがこの子、スニフです。本作では小さい生き物と呼ばれていて、森の中で迷子になっている時にムーミンとロールたちに出会いますが、その時にムーミンを怖がらせた暗闇に光る目がなんとも愛おしく感じました。そんな真っ暗な中で一人でよく頑張ったね。旅の途中でお菓子を食べ過ぎて早お腹が痛くなっちゃうのがもう最初からスニフらしさ全開でした。またみんなでニョロニョロと共に海原へ出た時には、一人だけ船酔いしてママが背中をさすってくれたり、ヤシの木をバカ泣きと言ってご機嫌斜めなママに、バカはお前よと言われたりと、ママとスニフの絡みもほっこりしましたね。ママにとってハもスニフもチューリッパも我が子のような、そんな空より広い愛情を感じました。そもそも冬眠する家探しの旅に迷子のスニフを拾った時点でもう一緒に住むつもりだったのでしょうかね。作中に登場する可愛い食べ物たちはどれもキラキラして見えました。魅力的なアイスクリームやザラメでできた草、レモネードの皮にミルクの皮などなど、旅の最中に登場したお菓子の大きなお庭には子供心をくすぐられました。男の子がご馳走してくれた海のプディングも美味しそうでした。プディングってどうやらプリンのことらしいのですが、まず海のって何でしょう？ちょっとしょっぱい茶碗蒸しのようなものかしら？それとも甘い上で塩気を感じる塩キャラメルのような、もしかして海のように青い色だったりして、などなど味の想像をするのが楽しかったです。男の子はエムレンさんにもスノークにも砂付近にも快くご馳走したのが思い浮かんで、とってもほっこりしました。また男の子とチューリッパのスピード婚にはとってもロマンを感じました。旅先で出会った人と運命を感じてそのまま一緒に暮らすなんて夢がありますよね。そしておなじみのムーミンの家、こんな形での登場だったんですね。私は原作よりもアニメを先に知ったので、まさか最初はムーミン谷に住んでいないと思っていなかったので、この落着にはこうなるのねと興奮しました。しかもお家はムーミンパパの手作りときた。本作のムーミンパパは正直に言うと大変クソ野郎だと思いました。まだ幼い子供がいるのにもかかわらず、自分のどこかへ行きたいという欲のために住処を転々とし、天津さえニョロニョロに一人ついていって行方不明になる始末。大した理由もなく奥さんと幼い子供を置いて蒸発するとは、なんて自分勝手な野郎なんでしょう。パパの大工さん力は素晴らしいけれど、逆にあれだけ立派なもんでも作らなきゃ、本当にいいとこなしのすっとこどっこいですよ。この家があって、ようやくチャラってものです。親としての責任感がゼロな代わりに、技術力にステータス全振りしたんですかね。パパ、もうママとムーミンとロールを泣かせないでね。というわけで、ムーミンの原作第一作目、小さなトロールと大きな洪水、いかがだったでしょうか。ムーミンシリーズは癒しあり、笑いあり、シリアスありと、様々な色の魅力が詰まった最高の世界です。ぜひこれを機に、その第一歩目である本作に触れてみてください。少しでも、あなたのムーミンへの好きに貢献できたらとっても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。